毎日お仕事お疲れ様でございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。ゆうちチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しております。よかったらですね、チャンネル登録お願いします。皆さんはですね、レクサスオーナーに対してどんなイメージ持ってますかね。きっとお金も持ってるんだろうなとかですね、何かしらの経営者なんじゃないかなとか、それぞれいろいろ想像されることあるんじゃないかなと思います。もちろんですね、車を見ただけでお金を持ってるとかですね、一概には言えないですけど、少なくとも僕はですね、一般の会社員のレクサスオーナーです。しかもね、そこら辺にいるようなごくごく普通の平社員ですね。はい。自分でもですね、身分不相応なのは、重々分かってはおるんですが、それでもですね、頑張って今は憧れだったレクサス NX に乗っています。今回は、そんな社畜オーナーのですね、壮絶な過去をですね、カミングアウトしようかなと思います。気になる気にならないはね、別としてですね、今この動画を見てですね、過去の僕と同じ苦しみを感じている方がもしいるとしたらですよ、その方の気持ちがですね、少しでも楽になって、前向きに一歩ね、踏み出してもらえる、そんな手助けがね、できたらいいかなと思って、この動画をね、公開することに決めました。この話はですね、実際作り話とかではなく、紛れもない実話ですので、少しはね、お役に立つんじゃないのかなと思ってます。ではお話ししていこうかなと思うんですが、あれはですね、確か7年前くらいになるんじゃないかなと思います。実はですね、僕は一度ですね、自殺未遂をしたことがあったんですよ。で、結構やばないですか。ね。で、どうやってね、死のうかなと思ったかというとですね、実際はですね、飛び降りたんですよ。具体的には橋の中央から川に飛び込んだっていう、ダイブトゥーリバーですよね。レッツゴーですよね。で、あれはね、確か真冬だったと思います。12月中旬ぐらいじゃないですかね。で、受けるのが、真冬ですよ、実際12月で。なのに、サンダルに、上下スウェットで橋まで行ってましたからね。で、高さはね、その橋多分30メートルぐらいじゃないですか。多分マンションの8階から10階分ぐらいの高さかなと思うんですけど、ちょっとね、正確に測ってないんでわかんないんですけど、今だからね、こうやって普通に話できてますけど、もうね、その当時はね、マジでもうめちゃくちゃ大変で、本当に身内にもね、たくさん迷惑かけましたし、自分自身もですね、めちゃくちゃ辛かったんですよね。で、その原因なんですけど、皆さんね、もうわかると思うんですけど、そうですよ。ダイブトゥーリバーするぐらいなんで、もちろん精神疾患ですよね。で、病名は、双極性障害って最後は診断されました。別名躁うつ病とも言うらしいですね。で、最初はですね、単なるね、うつ病っていう診断だったんですよ。大まかなくくりでね。で、時間の経過とともに、だんだん症状がね、悪化していってしまって、最終的にはもうその自殺未遂をね、する頃にはもう双極性障害っていう診断がね、降りてましたね。で、おそらく原因は、仕事と、プライベートのストレスからなんじゃないかなと自分では思ってます。で、最初のね、自覚症状がありまして、で、それがね、まず食欲がね、湧かなくなります。で、ご飯がね、食べれなくなって、どんどんね、体が痩せていくんですよ。で、それで、そのうちに今度はね、寝つきがやっぱ悪くなるんですね。で、徐々に眠れなくなっていくんですよ。で、正確にはですね、寝ようとはしてるんですけど、頭の中で不安とか心配事なんかがね、勝手に浮かんできて、で、自分の頭の中でそれがね、堂々巡りしてるみたいな感じです。で、その堂々巡りしてる中で、次第にその不安な気持ちがね、どんどんね、こう大きくなってくるんですよ。で、さらに寝れなくなって落ち着かなくなってくるみたいな、そういった感覚ですかね。で、その時はね、被害妄想もすごかったんで、で、悪いこと考えたらね、それがどんどん被害妄想として加速して、悩みや不安事が大きくなって寝れないみたいな。で、毎日2時間ぐらいしか寝てなかったんじゃないかなと思います、トータル。で、本来だったらね、もうこの時点でね、病院に行かないかんのですよ。もうそんな自覚症状が出とって、
体重もねどんどん落ちていくし、痩せていくのはね自分で分かってるし、寝れないのも自分で分かってるんですから、本当はねここでマジで行かなきゃいけなかったんですよ。もうこれ最終警告みたいな感じです。体が不調を表しているなんですけど、まあね、その当時ね、ほんと仕事も忙しくて、休めなかったっていうか、休もうと思えば休めたと思うんですけど、自分で言うのもあれなんですけど、多分ね、自分はね、責任感がね、結構強い方なんじゃないかなと思ってて、で、自分がね、休むことによって、で、他の方に迷惑がかかってしまうのが申し訳ないと思っちゃうんですよ。で、そのまま結局仕事行ってた状況だったんですよね。で、ぶっちゃけね、自分が、そういったね、病気になるまでは、ほんとね、うつ病っていうのは、テレビの世界でしかあんま聞いたことがなかったんで、そういううつ病の人って、もう単なる自分へのね、甘えだとね、思ってたんですよ。もう心の弱い人間がなる病気だから、俺には関係ないみたいな、俺には全く関係のない病気みたいな、っていう風に思ってたんですよね。でもね、実際は違ったんですよね。もうジーザスです。で、自分がそうなった時に、誰でもなりうる病気なんだっていうのをね、そこで痛感しましたね。で、それで、そんな状況がね、数ヶ月ぐらい続いたと思います。で、そうこうしてるうちに、ある日ですね、もう糸がやっぱ切れるわけですよ、プツンと。もう多分自分のストレスの許容量をやっぱ超えちゃったんでしょうね。例えるんであれば、こうポタ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 ね、ストレスという水がね、バケツに落ちていって、そのバケツから水が溢れ出すみたいな感じですね。で、その溢れ出す時っていうのはもうちょろちょろこぼれるんじゃなくて、僕の場合はね、バケツがね、割れるぐらいの勢いで溢れ出したんで、もう急にね、興奮して泣き出しちゃって、情緒不安定になっちゃいました。で、泣きながら口に出す言葉はね、もう死にたいとかね、仕事なんかもう行きたくない。自分なんかもう生きててもしょうがない。このまま生きてても何にも楽しくない。自分はいろんな人に迷惑ばっかりかけとるとかですね。もうネガティブなことばっかりね、出てくるわけですよ。で、泣きながらね、大声でそういうこと言ってるもんですから、周りもびっくりしてたと思いますよ。でもちろんね、そういった日の翌日から仕事は行けなくなりました。で、大変なのはここからなんですよね、うつ病っていうのは。もうね、そこからは壮絶ですよ。最初は自宅で療養しながら、精神科にね、2週に1回通う日々がね、数ヶ月は続いてたんですけど、それからね、徐々に症状が悪化していって、最終的には精神科に入院するっていうところまで行きましたね。で、精神科に入院して、一旦退院したりっていうのを、入退院繰り返して、トータルね、約1年ぐらいは精神科に入院していたと思います。で、その精神科にね、かかりだした頃っていうのは、初めはね、本当に、うつ病のね、お薬と、あと不眠治療のお薬と安定剤のお薬っていう、オーソドックスなね、お薬が出されるんですけど、初めは3、4錠ぐらいだったかな。でも、もう入退院繰り返してる時には、結構ね、ひどかったんで、強めのお薬とか、豚腹薬とかもあって、毎日ね、10錠以上飲んでましたね、お薬も。だからすごくね、本当に大変なんですよ、うつ病っていうのは。もなんかこう世間一般でうつ病になる人っていうのは本当ね、メンタルの単なる弱い人、自分への甘えとかね、なんかそういう風に勘違いされることがあると思うんですけど、もう全然そんなことなくて、もう結構ね、うつ病になってる人って周りでいるんだなっていうのを自分が病院に受診したり入院してる中で思いました。それは。でですね、このままね、話をしていくと、多分ね、まだめちゃめちゃ長くなりそうなので、今回はね、第1弾という序章ということでね、ここまでとして、その後のね、僕の入院後の経緯は、どういった精神状態で、そのままライブというリバーしたのかとかね、その後どういうふうに回復していったのか、そういった経緯はね、
次回にまたお話ししようかなと思います。最後までですね、ご視聴いただきありがとうございました。この先の展開がですね、気になる方は、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。一度ね、自殺未遂までした僕であっても、今ではね、こんなにも元気になって NX に乗れるまでとなっておりますので、もしね、現在精神的に参ってしまっている方とか、そういった方でも、この動画を見てですね、少しでもね、勇気づけることができたら嬉しいなと思ってます。ではでは、また明日もお仕事頑張っていきましょう。それでは失礼します。